はじめまして、栗生遥と申します。今日はご近所の贅沢空間銭湯というテーマで、皆さんに銭湯のお話をできればと思っています。それでは早速、スライドの方に移らせていただきます。はじめに自己紹介からですが、私は建築やまちづくりを専門にしてまして、地域で研究実践を行ったり、大学の教育に関わったりしています。その過程で銭湯に関わるようになりまして、すっかり抜け出せなくなってしまいました。これは東京都内の銭湯、現在は500件くらいですけれども、それらに以前貼られていたポスターです。ここに私がいます。そもそも、学生時代に広場や道などの公共空間の活用の研究をしていまして、その延長上で、そのような場所に発生する多世代のコミュニケーションの大切さ、街の豊かさとは何かというようなことを、今もテーマにさまざまな地域活動をしています。その一つとして東京の文京区というエリアで2011年に始まった文京建築家ユースという地域活動の団体の代表をしています。その名の通り、文京区にまつわる、建築関係の若手が集まっている会でして、地域の魅力を掘り起こして活用する、提案するというようなことを行っています。例えば神社の狛犬、消えゆく団子屋さんだったり、豆腐屋さんだったりを調査して、それらの魅力を発信したり、くだらないことをやっているように見えますが、豆腐屋さんの近くに銭湯があったり、その近くに井戸があって、それらを同じ良質の井戸水を使っているのではないかとか、そういった地域にあるもののそれぞれのつながりが見えてきます。東京は1923年の関東大震災、第二次世界大戦の、戦災によって壊滅的な被害を受けています。そのためにそれ以前の建物の多くは焼き払われてしまっていますが、その2度の災難を逃れひっそりと息づいている文化資源とも呼べる建物や景観が随所に残っていることも確かです。しかしながら、日常に忙殺されている現代人は自身の身の回りへ目を向けることがなく、それらに無関心である状況が続いて、なんとか残ってきたものも人為的に壊されて高層マンションや駐車場などに日々置き換わっています。海外の方から見たら、不思議なことでしょう。これは東京の現状です。私たち自身もこのような活動を行う前は、自分たちの身の回りに目を配る機会がなくて、このような奥深くて日本オリジナルの面白い文化資源が東京に眠っているっていうことに、気づかない日々を送っていました。今日はその地域の魅力を掘り起こす活動の中で出会った銭湯の役割や現状を皆様にご紹介したく思います。これは私たちが活動において出会った銭湯乙女湯の正面入り口の装飾です。ちなみに乙女湯の乙女はこの建物を建てた店主さんの奥さんのお名前とめという名を使っています。乙女湯の湯はお湯を意味します。これが全体像です。この写真のように銭湯は地域において非常に特殊な存在感があります。最近は多くが、ビル型の銭湯になってしまっていますが、昔ながらの木造平屋の銭湯は非常に堂々とした伝統的な作りで、日々更新される街並みの中で異彩を放っています。この乙女湯には中庭があり、中庭には富士山の溶岩と大きな一本のツツジがあります。で、その下の、池には、鯉が泳いでいて、こう覗き窓から眺めながら入浴ができるような作りになっています。さらに中庭を覗くと、固定の鶴が飛んでいるといった贅沢な作りをしていました。シックで荘厳な表向きに対して中に入ると色鮮やかな装飾の数々が待ち受けているという、こういうキッチュな空間に私たちは改めて新鮮な衝撃を受けました。ですが、その、乙女湯がすでに訪問した時点で、半年後に廃業が決まっていたという状況です。ここで、銭湯について皆様に簡単に解説ができればと思います。
日本の銭湯は、水で体を清める沐浴が元になっているのではと言われています。身を清める行為ははるか昔からあったはずなんですけれども、6世紀の、仏教伝来で、寺院での僧侶の沐浴が始まり、布教も兼ねて庶民に無料で、入浴の機会を与えていたのが始まりではないかと言われています。この絵図は江戸時代のものですが、日常的に庶民が利用する施設として発達し、このようなざくろ口と言われる、低い入り口から中へ入って、湯気を浴びるという蒸し風呂形式になっていました。江戸時代の初期にはすでに町に、一軒の銭湯があったそうです。こちらにはすでに湯船ができています。江戸では銭湯ではなく湯屋と呼ばれていました。かつては混浴でした。見ての通り多くの人々でにぎわって、ここからさまざまな大衆文化も醸成されました。さて、これは一気に時代が下って現在の銭湯です。明治時代に天井が高く湯気抜きがあり、浴室と脱衣場が一体となった開放的な銭湯が登場し、現在の形につながっています。自社仏閣を作る宮大工の技術によるこのような玄関上の装飾、唐破風と言いますが、こういった豪華な作りの、銭湯形式を東京型と呼んだりしています。こういった自社のような作りの玄関を抜けると、極楽浄土が待っているというような演出にも感じられます。ちなみに、これは文京区というエリアの、富士見湯さんという銭湯です。この玄関脇の、岩はすべて富士山から取ってきた溶岩石で、今では持ってこれないようなものなんですけれども、こんなところも日常と違う聖なる空間へと入るという意味合いを持っているのかもしれません。ここで、せっかくなので皆さんと一緒に、北区というエリアの稲荷湯さんという東京らしい昔ながらの作りの、銭湯を少し訪問してみたいと思います。ちょっと画面を切り替えます。今、皆さん稲荷湯の前におります。こんな感じですね。見えてますかね。で、早速じゃあ、まずのれんをくぐって入店してみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、まずじゃあ玄関に入ります。玄関に入ると、こういった感じですね。両脇に下駄箱がありまして、目の前に男湯、女湯と、表記があります。今日はちょっと女湯の方に入ってみようと思います。これが女湯の脱衣所です。ここですね。今私たちここから入ってきました。で、入るとすぐにここに、番台と呼ばれるレジがあります。そこに、通常おかみさんが、座っていて、ここで、入浴料、東京の場合は現状470円ですが、ここでお金を払って脱衣所へ入ります。中に入ると、こういった感じで、非常に広々とした空間が広がっていて、この高天井と呼ばれる立派な、天井が広がっています。だいたい5メートルほどの天井高があって、上半分は男女ともつながっている開放的な空間です。小さな、日本庭園とか、池がついているようなこともあります。こういった鯉が泳いでたり、金魚が泳いでたりとかします。脱衣所では、ロッカーを利用して、ここで、洋服を脱いで、
その後、洗い場へ向かいます。これが洗い場ですね。先ほど女湯にいましたけど、こっち男湯に来ちゃいました。東京の銭湯の多くは、洗い場に、大きなペンキ絵があります。多くはこういった富士山が描かれてまして、その下に、男女を隔てる壁だったりとかに、タイル絵が描かれている銭湯も多くあります。ちなみに富士山があるのは基本的に、東京のスタイルで、関西の方は端正なタイルの装飾が多く、また湯船も、浴室の真ん中に独立して置かれているタイプが主流です。お風呂の滞在時間は様々です。銭湯の湯は非常に熱いことが多く、海外の方は驚かれると思いますが、そのお湯の熱さを好んで通われている地域の方々もたくさんいます。特に江戸っ子は熱いお湯が大好きです。熱いお湯に加えて、水風呂だったりですとか、薬と薬湯だったり、サウナだったり、電気風呂など、様々な湯が用意されていることもあります。はい。じゃあ、こういった桶が置いてあって、そういうものを、みんなそれぞれ使います。こういって、一通り入浴が終わったら、また、脱衣所に戻ります。はい。少し戻って、軽くおさらいをしていきます。まずはじめにのれんをくぐって入店しますね。のれんは、店主の手書きだったり、各銭湯さまざまなデザインがあります。古い銭湯は木札の鍵の、下駄箱を使っているところもたくさんあります。男湯もしくは女湯の表示があるので、どちらかから入ると、このように番台でおかみさんが待っています。この番台には水をモチーフとしたデザインが見られます。銭湯建築は随所に職人の心意気を感じる空間になっています。手ぶらでも、シャンプーやタオルを買うこともできます。ロッカーではなく、このように、当のカゴにそのまま衣類や荷物を入れることもあります。番台のおかみさんが見張ってくれています。洗い場に入ったら、風呂の桶と椅子を、取ります。洗い場では富士山の絵のほか、このように、素晴らしい手書きのタイルを見ることもできます。これはおとぎ話の桃太郎の物語が描かれています。富士山のペンキ絵なんかは、絵の具4色で早書きをする伝統技法で、今3人しかその職人さんが、いらっしゃらなくて、そのうちの 2人がもうすでにご高齢です。銭湯の減少とともにそれを支えてきた特殊な職人たちも消えつつあるという状況です。このペンキ絵なんかは、富士山があって、湖があって、滝があって、でさらにこのタイル絵の方の、滝につながっている。でさらにそれが、この熱々の湯船に注がれるという、そういったストーリーが表現されていると言われています。富士山からの神聖な水でみそぎをするというような意味合いも込められているのではと、言われています。そんな、職人たちの凝った仕掛けも、贅沢の一つと言えそうです。熱い湯から上がった後の、コーヒー牛乳を飲みながら扇風機を浴びるひとときは、最高です。このように飲み物が売られていて、なぜか、日本人は入浴の後にコーヒー牛乳を飲むのを好みます。漫画が揃っているところもあります。人によっては、テレビを見たり、ビールを飲んだり、庭で涼んだり、この、脱衣所での時間の方が長い人もいます。ここでのご近所さんとの会話が楽しくて通っている方もいらっしゃいます。基本的に銭湯は夜の営業なんですけれども、朝から営業している銭湯もあって、
こうやって店主が朝食を出してくれる銭湯なんかも、存在します。髪を乾かして湯上がりを楽しんだら、ご近所さんと番台さんに挨拶をして銭湯に出ます。これが、銭湯の一通りの流れです。また、バックヤードについてもちょこっと触れておきます。これに関してはあまり日本人でも立ち入ることはありません。これはご店主による、毎晩深夜に行われている掃除の風景です。これは地域から持ち寄られた、廃材を燃料として燃やしているところです。また、お湯は井戸水を活用していて、お金がかからないようになっています。今、廃材を使っている銭湯が、減少していますが、井戸水を利用している銭湯はまだ多く、世界で問題となっている水資源の枯渇の観点から考えても、各家庭で風呂を入れるよりも、共有の大風呂で済ませるという取り組みは大変エコロジカルな発想とも言えます。また、これは阪神大震災に直後の、銭湯に市民が並んでいる様子です。災害時に真っ先に銭湯が復旧し、市民の助けになる事例も多くあります。自治体によっては、有事の際に井戸水が使えるような協定を銭湯と結んでいることがあり、地域の防災拠点機能も持ち合わせているとも言えます。加えて、銭湯は多様な人々の居場所となっているということが言えます。この方は、字が読めなかったり、数が数えられなかったりするんですけれども、若い頃から、この銭湯で働いて地域の方々に愛されている。この学生さんは地方から出てきて身寄りのないところ、この銭湯でアルバイトをして家族のように可愛がられている。これはギリシャから来た留学生ですけれども、彼は日本に来て、なかなか周りの人々との接点がなく、交流ができないっていたところ、銭湯に来てようやく人と触れ合うことができ、ここは僕たちの国でいう広場だと言っていました。このような事例から画一的に切り分けられた現代社会では、なかなか居場所を見つけることができない多様な人々の受け皿となっているということも言えます。形は違えど、イギリス圏のパブの文化や、北欧のサウナなどにも近いと私は思っています。世界中にも同じような地域の人々の居場所が存在していて、そういった皆さんの地域の身近な場所と比較してみるのも面白いかもしれません。ちなみに、銭湯は、高齢者の、見守り機能もあり、実際に今日あの人来ていないけれどどうしたのかしらなんていう会話を聞いたりします。こういった銭湯に通うのは高齢者ばかりというイメージもあるんですけれども、このように、若い世代も、来ていたりして日常的に多世代の交流を行っている、のも銭湯の特徴です。また、日本で、昨今問題となっている子育ての問題においてもさまざまな可能性を秘めていて、まさに地域のセーフティーネットといえる場所です。私たちは当初、銭湯のキッチュな、建築空間に興味を持っていたのですが、銭湯に来る人、銭湯を担う人、銭湯を支える人、銭湯を取り巻く街など、多様な観点から銭湯を観察する中で、次第に銭湯を中心とした地域の生態系のようなものが気になりだしました。これは先ほどの乙女湯の最終日の様子でして、常連さんたちが別れを惜しんでいる様子です。今度はどこで会えるかね、なんて言っていったりします。まさにコミュニティの解体を目の当たりにするというような経験をしました。そして、銭湯は、地域の方々に惜しまれながら、長い歴史に幕を閉じます。街を俯瞰してみても明らかに特殊で、歴史ある立派なこういった建物が、一瞬にして解体され、その後には何も残らない。更地になってしまうともう何も思い出せないといった状況になります。そこには今、どこにでもあるプロトタイプのマンションが建っています。銭湯自体がなくなったことへの喪失感は計り知れないのですが、ここで注視したいのは、
その銭湯の喪失が、周辺地域に及ぼす、影響です。風呂なしの家は空き家になったり、解体されたりと需要がなくなってしまいます。銭湯客が行き帰りに通っていたお店も維持ができなくなってしまいます。このおばあちゃんはこの道を3回ほど、座り込んで休憩を取りながら銭湯にやってきていましたが、果たしてこのおばあちゃんはどこへ行ってしまったのか。これは銭湯を中心とした地域を俯瞰した図ですけれども、銭湯を中心にそれぞれの町の資源がやんわりと結びついて機能しているという様子を表しています。ここに描かれていた銭湯も2015年に亡くなりました。銭湯が遅くまでやっていて明るく安心だった道があまり使われなくなるようなことも起こります。このエリアは銭湯がなくなって半年以内に床屋や豆腐屋などがなくなり、周辺一帯も大きく変化しています。このように銭湯の喪失は地域の生態系の崩壊とも言えます。この画像は先ほどの乙女湯の敷地を上から撮っていますが、敷地が非常に大きいです。この大きな敷地がマンション用地に狙われやすい。こうして文京区の銭湯は私たちが取材した2013年の11件から、短期間で5件に減ってしまいました。つまりこの期間、私たちは6件の銭湯を見とってきたという状況にあり、先ほどご紹介した写真の銭湯の多くは、この4、5年ですでに解体されて跡形もありません。銭湯は、戦後の全盛期には東京での2600件以上あり、全国では2万3000件ほどあったと言われていますが、現在は、東京で、約500件ほど、全国で3000件を切ろうとしているところかと思います。このような急激な減少には、生活様式の変化、燃料の高騰、後継者問題、相続問題、建物の老朽化とさまざまな要因が絡み合って存在しています。そんな中で私たちは一体何をしてきたのか。銭湯の廃業や解体は免れないまでも、何か残せるものはないかと思い、記録を取り始めました。デジタルスキャンや全天球カメラ、ドローンで街全体を記録したりというようなことも行っています。撮った記録は今日のテーマでもあるご近所の贅沢空間銭湯展と名付けて巡回展を行いました。銭湯の現場では見学会を開き、いかに素晴らしいものが近所にあったのかということを知ってもらうこと、活用主を探す、別れを惜しむなどを行いました。まだ利用できるものか建物の耐震診断を行ったり、建物が残念ながら壊される場合でも、銭湯の記憶を物語る物品を、活用する斡旋をしたりしています。この、タイル絵はタイルの生産地のミュージアムに常設展示として約8メートルぐらいの展示品として再生され、新たなご縁を紡いでくれています。また、引き取った物品を元に展示を行ったり、現在はそれらを使った銭湯文化を盛り上げるための出しを、今年の東京ビエンナーレという国際芸術展に向けて制作中です。さらに、こういった銭湯の写真集を作ったり、新規住人に対してあなたの、ご近所の銭湯はここですよという、招待券を、地元の不動産屋さんに配ってもらったりと、さまざまなアプローチを行ってきました。それらが多くのメディアに取り上げられ、地域の問題を自分ごととして考える方々も増え、定期的な勉強会も行っています。また、銭湯に代わる、地域の居場所づくり、をする取り組みも始めています。こういった活動も、多少影響があったのか、嬉しいことに、ここ数年は少し明るい兆しも見えてきました。近年、銭湯のサードプレイスとしての役割などに若者たちが興味を持ち出しています。銭湯が減って、客が集中しているとも思われますが、最近は減少数も多少、下げ止まってきているとも聞いています。このような流れも受け、最近の銭湯はさまざまな工夫をし始めています。改装時にフロント前にイベントスペースを設けたり、銭湯の隣にシェアスペースを設けて銭湯と連動させたり、
今まで取り込めていなかった若者に響く現代的なおしゃれなデザインの銭湯が登場したりしています。これは最近熊本にできた銭湯ですが、家主さんが2016年の熊本大震災で銭湯の重要性を痛感し、自邸の建設時に下に銭湯を作ったという興味深い事例です。肝心の銭湯の担い手には、脱サラをして銭湯を継ぐ若者なども増えてきています。また、使われ方も、現代社会にフィットした、形で変容してきています。上は京都タワーの下にある大浴場。これは厳密に言うと銭湯ではないんですけれども、夜行バスで、全国から来た人たちの休憩所になっていたりですね。これですね。ごめんなさい。はい。下の方は、京都の文化財になっている銭湯での数年前の、光景ですけれども、その時ですでに、海外からの旅行客が昼間から入浴に来ており、ここが情報交換拠点になっているというようなこともありました。また、これは銭湯利用の、また違った、観点からのアプローチですけれども、台東区というエリアにあるゲストハウスで、町の活性化のために、町中の機能を活用して宿泊をするということを、推奨しています。ここに銭湯がありますけども、これは、バッチリ銭湯が当てはまります。さらに、銭湯機能がなくなったとしても、建物として残り、活用されるケースも増えてきました。上はすでに、25年から30年前の事例になりますけれども、有名な台東区の、アートギャラリーになった銭湯。下はですね、表参道のとんかつレストランです。こちら上は、京都にあるサラサというカフェ。下は、港区というエリアの、銭湯を改修した、居酒屋です。また、水場をうまく使った、釣り堀兼お好み焼き屋さん、や、銭湯のコミュニティの拠点としてのポテンシャルをうまく活用したシェアスペース兼カフェなんかも誕生しています。そのような新しい動きの中で、銭湯と周辺地域の関係性の再生について考える、銭湯と町というチームを、発足しました。銭湯と町が今関わっているのが、先ほど皆さんと共に訪問した北区の稲荷湯という、昭和5年建築で今年、築90年を迎えた銭湯です。昔の街道につながる路地に面してまして、戦災でも焼け残った趣のある一帯にあります。稲荷湯では周辺のリサーチや建物の調査、歴史の聞き取りなどを実施しまして、昨年国の登録文化財に登録されました。長く都内で、銭湯の文化財は1軒しかありませんでしたが、晴れて2軒目の文化財となりました。とはいえ、この写真を見ても分かるように、後ろに、マンション開発が、迫ってきています。そこで、私たち銭湯と町では銭湯に付属したかつての従業員用の長屋を修繕し、地域に開いた場所として再生、地域において銭湯をより顕在化させようという試みを始めています。これは明治時代の絵図で、銭湯の2階の様子です。江戸時代、銭湯の2階に湯な風呂というスペースが設けられていました。湯なとは、湯に女と書きますが、女性が入浴の男性客の相手をしていたという時代がありました。風紀の乱れから何度も取り締まりを受けつつ、徐々に一般化し、入浴前後の人々の休憩や交流の場となっていたようです。私たちはこのようなかつての、風俗からも、銭湯再生のヒントがあるのではないかと考えています。先日、このプロジェクトをニューヨークに本拠地を置く、ワールドモニュメントファンドというところに申請を出しました。ワールドモニュメントファンドは、ベネチアの洪水被害をきっかけに立ち上がった組織で、2年に一度、世界中の危機的文化遺産をリストアップし、世界から支援を募っています。稲荷湯はなんと、世界中250の中から25選に選ばれました。
世界遺産であるノートルダム大聖堂やマチュピチュの文化的景観などと、肩を並べているといった驚くべき状況です。先日、約20万米ドルの助成支援をアメリカンエキスプレスと財団から受け取ることが決まりました。ちなみに補足をしておきますが、20万米ドルは大金ですけれども、建物を維持し、しっかり修繕していくには十分な額ではないので、引き続き、資金集めを続けています。これからは長屋の修繕、再生を行って、改めて地域の新しいシンボルとしての銭湯の姿を作っていければと思っています。また合わせて、稲荷湯以外の多くの苦境に立たされている銭湯への支援も進めていく予定です。そして、皆さんにはこのコロナ禍が明け、日本を訪れた際にはぜひ、銭湯へ行っていただきたいと思います。皆さんの中で、温泉に馴染みがあって入ったことがあるという方は多いかと思います。専門家ではないので、その違いを述べるのは、難しいんですけれども、温泉は湯地、日本は火山列島ですので、地中から湧き出るミネラルの豊富な湯に浸かって、傷や病気を治すといった風習に、ルーツがあるかと思います。日本の、有名な古事記という歴史書には、水を浴びたところから次々と、神々が誕生したといった記述があります。私たち日本人にとって水を浴びる、湯に浸かるということは、古より続く知恵で、単に汚れを落とすということではなくて、水や湯を通じて大地のエネルギーを取り込み、新しい物事を創造していくための行為であるという、話をしていた、日本の、著名な歌人もいます。物事、その観点からしても銭湯も、地中からの井戸水を沸かしているという意味では温泉とさほど変わらないとも言えます。また長く私自身は、温泉が、非日常のもので、銭湯が日常的なものという区別でいました。日本人の多くは休みになると自然に囲まれた温泉に繰り出し、ひとときの非日常を味わう。一方で銭湯はちょっと歩いたところに日常的に使うお風呂があるというイメージを持っています。ですが先ほどお見せしたように、文京区のように銭湯が激減するエリアではすでに銭湯は日常生活の延長上のものではなくなっています。また家庭風呂が普及した現在、銭湯は日常の空間から非日常の空間へと変貌してきているとも言えます。先ほどご紹介したように多くの銭湯空間は大変凝った作りをしてまして、加えて店主の気遣いやおもてなし、は、大変素晴らしい銭湯がたくさんあります。銭湯はご近所の贅沢空間、まさにご近所で安く楽しめる、非日常の場所として見直されてきています。これは、先にご紹介した、京都の文化財の銭湯で海外旅行客が手にしていたロンリープラネットです。これに銭湯が当然のように紹介されていて、観光客が当然のように訪れているという現象が起きていました。ロンリープラネットの日本版ともいえる地球の歩き方というガイドブックには先ほどの稲荷さんも登場しています。コロナ禍で状況は一変しましたが、海外の人々にとっては銭湯はすでに観光名所となりつつあります。一方で、銭湯は今なお、周辺地域の生活者のものであり、生活者に支えられてこその場所です。あまり観光名所化が進んでしまうと、生活者が居心地悪く離れてしまう。しかし、生活様式や周辺の変化により、銭湯と生活者との縁が切れつつある今、生活者以外、つまり観光客などの利用や外部からの支援を活用して維持する必要がある場所となってきています。銭湯はその両方が良いバランスで共存する場所になるというのが、理想とも言えそうです。実際、海外の方にとってもその土地の生活の中に入り込むことは、普通の旅行では味わえない特別な経験となるでしょう。そのような視点からも、先ほどの、長屋は従来の利用者と銭湯に慣れていない新規住人や海外旅行客との良い干渉体となるようなことを目指せたらと思っています。皆さん、
それではぜひ日本に来たら銭湯に行ってみてください。最後におまけで入浴時のマナーの一覧を載せておきます。以上です。